こんにちは、80代元気ばあちゃんです。梅の時期になってきましたよね。私も毎年煮梅は作ってるんですけども、今年はですね、娘が梅醤油と梅味噌も作ったって言っておりましたので、この3品を作ってみたいと思います。梅の方はですね、昨夜きれいに1個ずつ洗って、お水につけてアク抜きをしております。で、こちらの煮梅にします方は少し完熟してましたので、今朝朝早くからですね、洗って、7、8時間、水につけてアク抜きをしております。梅醤油と梅味噌はもうちょっと青梅の方がいいんですけどね、なかなかお店で完全なる青梅っていうのはね、出くわさないんですよね。少し熟してますけど、これで作っていきたいと思います。梅醤油と梅味噌の方のですね、梅の用意をしていきます。今アク抜きしてましたので、これを一旦水をあけますね。できるだけここで水を切って、今からヘタを取ったりですね、水気がないようにですね、拭き上げていきます。今日は娘が来てますのでね、このヘタ取りと水を拭き取るのはちょっとね、一緒に手伝ってもらいたいと思います。梅を1個ずつ拭きながらヘタを取りながら水分を取っていきますけど、その前にまず自分の手をしっかり清潔に洗ってキッチンペーパーで今拭いてきました。はい、ではしていきますね。今日娘もいますので早く仕上がると思います。まずしっかり拭きますね。この水分がねついてるとカビが来たりしますのでね。でここをヘタを竹串で取ります。でまたここの中もねちょっと拭いとかないと結構水がねここありますので、水気が。はい、こんな感じで次々にしていきます。でキッチンペーパーはねこう湿気たので拭いたらね水分が取れませんので、たびたび変えながらですねしていきます。はい。でなんか梅醤油とかはちょっと傷があっても大丈夫って見ましたのでね、ちょっとこう傷もありますけど、こういうのもね使っていきます。はい、キッチンペーパー湿ったらもう捨てましょうね。こんな感じでですね、全部仕上げていきます。ここがね、結構大変なんですよね。今からお醤油とお味噌それぞれにですね、漬け込んでいきたいと思います。容器の消毒もとっても大事だということでしたので、今回はですね、この食品も使えて安心というこちらのね食品用のアルコールを買ってきました。はい、まず手袋をして、こちらは富士ホーローのですね容器なんですけど、こちらに梅味噌で、こちらに梅醤油を作っていきたいと思います。まずちょっと自分の手もこんな風に消毒しますね。霧状にこう出てきますのでね。そうしましたら、もうこの中に溜まってる分はですね、一応こんな感じで拭き上げて、
アルコールなのでね、蒸発はすると思いますけど、縁の方もきれいにアルコールで拭いていきますね。乾かしておきます。梅煮の方はですね、今娘がヘタ取りをしてくれてますので、私は醤油梅と味噌梅を作っていきたいと思います。お味噌が300、それに蜂蜜も、本当はですね、いつも使ってる杉養蜂園の蜂蜜を使いたかったんですけど、ちょうど切れてたので、この久世福の百花蜜 190g ですので、全量入れたいと思います。お味噌の方はこの熊本県産の合わせ味噌。大豆、お米、大麦もですね、熊本県産のを使ってる。もう塩だけで作ったお味噌だそうですね。はい。お味噌と梅は同量ですね。梅味噌もですね、私は初めて作りますので、ちょっとYouTube の方でレシピをね、いろんなの見させていただいて、この分量にしました。はい、ちょうど300ですね。容器の中にですね、全部入れていきます。この木製の柔らかいこういうふうなものでですね、混ぜたらいいと思います。ホーローの一番欠点はね、傷ついてホーローが剥げたらね、ちょっともう使えなくなりますので、そのあたりはですね、大事に傷つかないように使っていかないといけないですけど、ホーローはでもね、いいですよね。清潔だし、匂い移りもないしですね、ガラスみたいに割れないし、使いやすいと思います。今度梅をね、300測ります。お味噌が300ですので、梅もですね、300入れます。今これはかりの上に乗せてますね。315。はい。で、これでお味噌の中にですね、しっかり浸かるように埋め込んでいきますね。浸からなかった分はこんな風にお味噌をかけていきます。冷蔵庫に寝かせていきますけど、1日1回これもこの梅をこうひっくり返して、しっかりこのお味噌に浸かるようにですね、していきます。でしばらくするとこれ梅からもね、水分が出ますので、もっとタプタプになると思いますね。お味噌の中に埋めてしまいました。1週間後ぐらいから食べ始めて、豚肉を焼く時とかですね、キャベツ、きゅうり、生野菜につけて食べたりですね、冷ややっことかにも美味しいと思いますね。今年は楽しみです。きっちり蓋をして冷蔵庫で保管します。これで一品目完成ですね。梅醤油を作っていきますけど、梅とお醤油をですね、同量で作っていきます。それしてこの昆布もですね、入れます。まずこちらで測っていきます。はい。まずだいたい100ちょっとですね。しっかりつけて、はい、また梅をね、足していきます。なるべく青い梅をしましょうかね。今200でしたので。
では梅はもうこのくらいにして、梅がきっちりね浸かるようにお醤油を足していきますね。同量よりもお醤油がちょっと多いですけども、少し入れましょう。梅がね浮いてきますので、昆布で蓋をして、こちらも梅からですね水分が出てきますので、もう少し増えていくと思いますね。こちらのラップで梅が浮いてくるのをですね、これで押さえておきますね。はい。冷蔵庫に入れて、だいたい2週間過ぎた頃から食べ始めて、その時にはこの入れました昆布はですね、引き上げておいた方がいいということでした。劣化が進むということですね。こちらもおそうめんとか冷ややっことか、唐揚げを作る時に下味につけてもとっても美味しいということでしたので、今年は楽しみですね。はい。今から煮梅を作っていきますね。これはもう毎年作ってるんですけども、7、8時間アク抜きをした分をですね、きれいにヘタを取って、こんな風にですね、用意しております。今回はですね、1.2 キロぐらいありましたので、お砂糖もね、去年よりちょっと多めに使います。まず2回茹でこぼししますね。ヘタを取っても梅醤油とかの次みたいに振ったりはしません。結局またこれでね炊きますのでね、これ茹でこぼしていきますね。今回はあんまり完熟梅でもないので、そんなにですね火加減も神経質にちっちゃい火で炊かなくてもいいかと思いますね。これが完全に完熟梅だと、もうちっちゃな火でしないとすぐ皮が剥げてしまうんですけどね。今回は最初は中火ぐらいでいいと思います。今ふつふつしてきましたので、一回これをね茹でこぼしますね。本当に完熟してるのはですね、こうやるとみんな潰れてしまいますのでね、今回は大丈夫だと思いますね。完熟してるやつはどうですか？完熟してるやつはもうこういうのでそーっとすくってやらないと、こんなのでそーっとすくってやらないとですね、皮が完全に剥げてしまいますのでね。はい、もう一度お水を張って茹でこぼします。これでもやはりちょっとね皮が剥げてきてますけども、私のこの煮梅はね、あんまり気にしません。なるべく小さい火で炊いてやった方がですね、皮も剥げないのでいいんですけど、しばらくしましたらここアクが出ますから、これはねきれいに取り除きますね。もう少し沸騰してからにしましょう。こんな風にアクがね出てきますので、これはね丹念に取っていきますね。あんまり思い切って取るとこの梅を傷つけてしまうので、そっとですね取っていきますね。もうできるだけっていう感じでね、アク取りを終わりましたので、一回これを捨てて、今度はお砂糖を入れて炊いていきますね。はい。ちょっと大胆にねこう返していってますけど、少し潰れてきてますけど、これはもうあんまり気にしませんね。はい。
で一旦こちらのお鍋を洗って、これでまたね炊いていきますね。はい。完全に完熟はこんなことしたらね、全部剥がれてしまいますのでね、丁寧にすくって優しくしますけども、今回は完熟は2、3個しかありませんでしたのでね。梅が今回は 1.2 キロでしたので、お砂糖を今回はザラメで700入れてますね。これはもうね、同量入れる方もおられますけど、私はちょっと控えめぐらいに。最初からちっちゃな火でしないとですね、お砂糖が焦げたりしますので、しばらくお砂糖が溶けて、梅からも少しジュースが出始めるまではもう本当にちっちゃい火で炊いていきますね。だいたいですね、トータルで25分ぐらいでしょうかね。しばらくちょっと閉めますけど、すぐ見ないとね、焦げつくかもしれませんのでね。はい。時々この底をこうかいてやらないと焦げついたりしますのでね。時々こう、鍋底をかきますね。はい。あと15分ぐらいですね、炊いていこうと思います。梅エキスも出てきました。こんな風にね、しっかり鍋底をかいてあります。はい、あと10分ほどでしょうかね。炊いていきましょう。これからですね、自然に冷ましていきますね。甘みがまたきっとこの梅に入りますので、このまま放置してしばらく置きます。では今日の梅仕事が終わりました。こちらは煮梅ですね。煮梅と煮梅の時にできましたこのシロップ。煮梅の方はですね、私は一人ですのでね、小分けにして冷凍して、ヨーグルト食べる時に解凍して一緒に食べたり、おやつに食べたりですね、しますね。それとこちらのシロップの方はですね、お水で割ったり、炭酸で割ったら美味しいですよね。もうこれとっても夏場にもね、美味しい飲み物です。前回はですね、白砂糖で作りましたので、このシロップの方もね、澄んだ色にできましたけど、今日はザラメで作りましたので、ちょっと色がね、濃く出ましたけど、その分甘みもね、深みがあると思います。夏は美味しいですよね。こちらが梅味噌ですね。で、これが梅醤油で、これも浸かるのが楽しみですね。今年の夏もね、これで元気に過ごせると思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。